こんにちは。今回もこちらのセリアさんのニューエンジェルコットン綿 100% 日本製の、こちらのカラーナンバー10番の糸を使って子供用の帽子を編みたいと思います。使用かぎ針はこちらでは3号から4号となっていますが2本取りで編むので7号針を使用しました。3玉半ぐらいは使用したと思います。なので4玉ご用意ください。こちらの7号針 4mm のかぎ針を使用しました。完成されたものがこちらになります。2本取りなのでしっかりとした編み地になっていますのでブリムのところも針金を入れなくてもこのようにまっすぐになるデザインになってます。で、大きさ的には図回りが50センチぐらいで対象年齢は2歳から4歳ぐらいになるかと思います。で、つばの幅がだいたい5センチぐらいです。とても可愛く仕上がりました。ぜひ編んでみてください。すいません、前後しちゃいますが、この編み方は細編みで輪の作り目から細編みで全部編んだものです。編み方は以前ご紹介した円の編み方を見ていただければ、あとは目を増やしていったりするだけなのでそちらの編み方を、概要欄に貼り付けたので、そちらから見てください。では編み図をご紹介します。編み図はこちらになります。編み目記号がこちらになります。こちらが、立ち上がりの鎖目、こちらが細編み、こちらが細編みの、1目の中に2回細編みを編み入れる増し目になります。まず、トップの、頭頂部分、ここからここまでの編み図になります。輪の作り目から立ち上がり鎖1目編んだら細編みを6目編みます。そしたら、糸を引き抜いたりせず、そのまま2段目に行きます。この最初の1目の中に細編みを2回編み入れていきます。次の2目目にも細編みを2回、3目目にも2回
このように1目の中に2回細編みを編み入れていって2段目は12目になります。で3段目は、最初に増し目をして次に細編み、次は増し目、次は細編みという形で繰り返して最後も増し目をしてで次の最後の目は細編みを編んで終了します。3段目は18目になります。4段目は2目細編みを編んで3目めに増し目、2回細編みを編んで3目めに増し目を繰り返して最後は細編みを編んで増し目で終わる形になります。そうすると4段目は24目になります。5段目は最初に細編みを編んだら次の目は増し目、その後からは3目細編みを編んで4目めに増し目、3目細編みを編んで4目めに増し目、3目細編み編んで4目めに増し目をしていきます。で最後、増し目の後は、2目余るので細編みを2目編んで終わります。最初に細編みを1目編んでるので最後は細編み2目で終わる形になります。間は3目編んで増し目、3目編んで増し目っていう形で編んでいきます。そうすると5段目は30目になります。6段目は、4目細編みを編んで増し目、4目細編みを編んで、5目めに増し目、4目細編みを編んで5目めに増し目、これを繰り返していきます。最後も4目細編みを編んで5目めに増し目で終わります。そうすると6段目は36目になります。7段目は、2目細編みを編んだら3目めに増し目、その後からは12345目細編みを編んで増し目、5目細編みを編んで増し目、5目細編みを編んで増し目、これを繰り返していきます。で最後増し目の後3目余るので3目細編みで終わります。最初に2目細編みを編んでいるので最後3目で終わる形になります。間は5目細編みで編んでいきます。そうすると7段目は42目になります。はい。もうちょっとこの、細編みの数が入らなくなってきてしまうので数字で細編みの数を表しています。8段目は6目細編みを編んで7目目に増し目、6目細編み編んで7目目に増し目、6目細編み編んで7目目に増し目、これを繰り返していきます。最後も6目細編みを編んで増し目で終わります。そうすると8段目は48目になります。この後も、このように3目
編んで増し目をして、その後斜め細編みを編んで増し目、斜め編んで増し目、これを繰り返していきます。最後、増し目の後4目細編みを編んで終わります。最初に3目細編み編んでるので、最後は4目細編みで終わる形になります。で9段目は54目になります。10段目、11段目、12段目も同様にこのようにお編みください。で12段目編み終わると72目になります。で、ここまで編んできたことになります。そしたら、ここからここまでこのサイドの部分は増し目なく、72目で細編みで72目編んでいきます。これが、11段編んでいきます。こっちが、サイドからブリム、ここのつばですね。そのまでの編み図になります。さっきも言ったように、1段目から11段目、ここからここまでが、サイドになります。72目で編んでいきます。そしたら、ブリム、このつばから、また増し目になっていきます。12段目2目細編みを編んで増し目、その後5目細編みを編んで増し目、5目細編みを編んで増し目、5目細編みを編んで増し目を繰り返して、最後増し目の後3目細編みを編んで終わります。最初に2目編んでるので、最後は5目で終わる、最後は3目で終わる形になっています。で、12段は84目になります。で、増し目をした次の段はそのまま、増し目なく細編みで84目という形で、同じ目で編んでください。このようになっています。14段目は6目おきに増し目をしていきます。最後も6目編んで増し目で終わります。で14段目は96目になります。15段目はそのまま96目細編みを編みます。16段目は3目細編みを編んで増し目、その後は7目おきに増し目になります。で最後は増し目して4目細編みで終わります。で108目になります。で17段目は細編みでそのまま108目になります。で18段目は8目おきに増し目、8目おきに増し目になります。で120目になります。で19段目はそのまま、増し目なく120目で細編みを編みます。で最後20段で同じく、最後20段目は3目細編みを編んだら増し目、その後は7目おきに増し目をしていきます。
で増し目の最後増し目した後4目細編みで終わります。で20段目が編み終えたら、20段目の最初の目に糸を引き抜いて、そして、糸端を始末して終わる形になります。で編み方は先ほども言ったように、こちらでもおすすめに載せますが、概要欄に円の編み方の動画を、貼り付けますので、そちらを見て、お編みください。すごく、簡単に、引き抜きも、立ち上がりの鎖目もなく、そのまま編む形にしてありますので、簡単にできると思います。段の、境目をマーカーに、段の境目だけ分からなくならないようにマーカーをつけながら編んでいくと、分かりやすいと思いますので、頑張って編んでみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。